5日間でやっぱり1ヶ月間無駄。常にやっぱり PMS。もう見てるよね。そうですね、その時効果は。効果とは何ぞやって。皆さんこんにちは。こんにちは。幸子とのび太社長のビヨンドチャンネル。今回の動画のテーマは医療ダイエットの闇についてです。医療ダイエットの闇来ましたね。来ましたね。そろそろ夏の時期になるからね。皆さん気になりますよね。この楽痩せっていうの最近めっちゃ流行ってきたじゃないですか。流行りました。ね、ここに金の子もいっぱいあるし、ある。喋りたいことは僕は3時間以上喋れます。私は逆に金ドブをやってきた人なので、それでこれかいみたいな感じで。医療ダイエットの闇、はい。深掘っていきましょうか。はい、行きましょう。はい。GLP-1 が一番有名だと思うんですけど、についてはいかがですか？よく聞きますよね。GLP はそもそも効果は高いよね。はい、ここはね。思いますね。GLP-1 はどうですか？私は効果がね、すごくあると思ってます。僕の効果はね、すごいですね、あると思うんですよ。見てる人がわかんない GLP-1 ちょっとお話しすると、食欲をね、そもそも抑制するお注射ですかね。お注射のタイプと、あと飲むタイプがありますね。打つ方が GLP-1、飲む方がリベルサス。とにかく食欲がなくなる。なくなる。昼ご飯抜きとかも当たり前にできますね。そうですね、できますね。脂っこいものも全然受け入れないですね。ちょっと食べてすぐお腹いっぱいになって、以上はとか、ましてによってお酒も全然飲んなくなるっていう作用がありますね。僕もともと GLP-1 をちょっとやってたんですけど、リベルセスを飲んだんですね。その時、飲んでる最中に食欲が少し落ちて、その時、夜に締めラーメンばっか食べてる時で、一番パワーがあったのは締めラーメン食べれなくなったっていうことで、それで体重が3キロぐらいは落ちました。はい、1ヶ月落ちたんですけど、やめた瞬間にすぐ締めラーメン食べれるようになったので、5日間でやっぱりました。1ヶ月間無駄。はい、そんなことありましたね。私は3ミリから1週間ぐらい慣らして、その後に7ミリをすぐ飲んだんですけど、お酒は飲めなくなったり、炭水化物もいらないなっていうふうに思ったり、間食をいつもするんですけどね、その間食も食べれなくなったりとかっていうのはありました。で、一旦いつも着てるデニムとかも、少し緩くなったかなっていうぐらいなんですけど、ちょっと痩せたからもういっかと思ってやめた瞬間に、もう元に戻って。同じやん。締めラーメンね、また食べれるようになっちゃって。そうなっちゃって。お菓子も。これ別にしちゃって。やっぱり効果はある。食欲抑制って言ってるのはあるね。ありますね。まあそもそも食欲抑制って言ってるのは糖尿病の薬ですよね。はい、そうですね。その分糖尿病で使った薬がまあ一般の自由診療で出てきたっていうのは GLP なんだと思うんですけど。タクシー広告とか、あとは YouTube とかでも GLP-1 すっごい出てきてます。めちゃめちゃね。3年、4年前ぐらいですかね。そうですね。出てきたの。使ってるクリニックとかね。GLP-1 クリニックみたいなね。糖尿病の薬ってことはやっぱ食欲抑制以外に作用がない。ちょっとテンション下がっちゃって、熱っぽくなっちゃうみたいな。社長は1ヶ月間どうですか？そうですね、スーパーハイテンションぐらいになっちゃったんで、ちょっとだけ落ちたと思うんですけど、はい。でも人によってはね、悩みがちになっちゃったりとかするんで、メンタル的には良くないなっていうふうに思いますね。タートルネックを常に着けるような苦しさがあったりとか、ここね。そうなんですよ。あと生理前、女性だったら PMS っていうのがある方いらっしゃるんですけど、常にやっぱり PMS。イライラしてる。イライラしてる。そうだったんですね。そんなことになるんですね、女性は。男性じゃないですね、そのコリコになっちゃったんで。そうですね。糖尿病の薬なんでね、炭水化物の制限とかももちろんしちゃう関係もあって、低血糖になりがち。だからそれで食べちゃう。そういう人もね、いますよね。まあちゃんとしたドクターの管理のもとにミリ数とかを決めて、それで使わないとちょっと危険だなっていう感じですね。GLP-1 よく聞くということなんですけど、どんな闇があると言えますか？これはね、ニュースになっちゃったけどね、GLP-1 がみんな効果がてきめんなので、GLP-1 を起きすぎちゃって、結果、正規で糖尿病の患者さんに必要な分確保できなくなっちゃった。そうですね。本来届けなきゃいけないやつに届かなくなったっていうことが事件としてありましたね。ありましたね。普通に使ってる分には効果が高いですけど、その流通量の問題は起きちゃったかもしれないですね。大体やっぱり BMI が30以上の方に飲まないといけないっていうのがあるんですけど、それ以下の方でも普通に飲むっていう感じが自由診療ならではかなというふうに思いますかね。オンラインとかでもね、買えちゃいますからね。
ね。今ね、そうね。オンラインでどうするんだろう、どこまでわかるんだろうって思っちゃうんですけどね。まあ、それね、違うところでもちょっとお話ね、した記憶ありますけど、はい。チャットで処方しちゃってるクリニックもありましたね。ありましたよね。あれは医師行為かなと思いますよね。医療ダイエットで脂肪冷却っていうのもあったんですけど、これはお二人いかがですか？よく CM をね、出てますね。ここね、出してますよね。あれはどうなのかと。吸引とはまた違うんですよね。違いますね。脂肪を凍らせて排出するみたいな、そういう仕組みでしたね。大体1回で60% ぐらいなくなるというふうに言われてるんですけど、いわゆるラーメンの時間を置いたら上にどんどんラードが溜まってくるじゃないですか。それと一緒で冷たくさせて、その分だけ外に排出するっていうことですね。あれ正直聞いたって思ってる人僕の周りにいないんですよ。あ、そうですよね。効果やっぱ薄いなっていう印象が僕はね、ありますよね。なんか逆に内出血とかの方がひどいかなと思って、冷たい、本当にすごい冷たいので冷たい痛いみたいな出る時はっていう感じなんで、あんまりそこまで私も効果を感じなかったなと。いわゆるカネドブ手術。そうですね。カネドブの一つなんじゃないかなってね思ってね。あんなに CM してるからちょっとあんまり言えないけど。脂肪吸引を受けたくない方がアゴスタとかのクルスタとかをやって、で実際に出血させて脂肪吸引してよかったみたいなのはよくあるあるですよね。そうね。アメリカのモデルさんからの事故なんですよ。ありましたね。それは死亡事故じゃないけど、なんか脂肪が固まってカチコチになってたらなんかあって、ネット記事が出てきますよね。あれ結構気にしてる一般の人多いと思いますね。もし脂肪で受けれるとしたらどうするんですか？僕一回やったことあるんですよ。もう見てる人がいいって感じ。どうですか？その効果は。効果は何度やって感じです。どこに変わらず。エステティシャン時代にやってた側だったし、あとはクリニックに移ってからも使ってたところのクリニックにいたんですけど、エステはみたいなやつでしょ。あ、そうそうそう、みたいなやつね。なんですけど、正直あんまり効果は薄いかなという感じで、逆に本当に冷たいので、低体温症になるというか、低温やけどとかもね、あったりもしますし、そうですね。そういうリスクの方が結構多かったかなと思うんですね。料金はどれくらい？大体1回5万円ぐらいじゃないですかね。脂肪溶解注射はカネドブと名高いですけど、ナンバーワンカネドブ。ナンバーワンカネドブ。ちょっと比べると、やっぱりコスパ的にはどう？カネドブとカネドブになってるから、まだマシかなっていうぐらいですね。そうですね。注入するときにすっごい痛いですし、あと内出血もやっぱり女性って結構ね、夏場の直前にやりたがるので、内出血とかね、あんまりしたくないんですが、でもすごい内出血があるんですよ。海に行くときにね、ちょっと内出血した方がいいかなきゃいけないですね。嫌ですね。そうなんですよね。脂肪溶解注射を進めないことがあるんですけど、やっぱりね、3回くらい繰り返す。そうですね。はい。実際そうなんですか？実際そうなんです。本当に効かないって言われてるのが理由ですとかって、これはもう金ドブって言っていろんなところでも叩かれてるけど、何回か効くのかなっていう感じ。次に脂肪吸引、これが医療ダイエットの代名詞みたいなところですけど、お二人どう思いますか？もう脂肪吸引をね、分かりやすく説明ですよね。そうですね。ダイエットという部下はちょっと別としてね、どうする脂肪吸引結構好きなんですか？私はもう大好きですね。無駄な努力をしたくないからと思って、ベッドの上にもう横になって勝手に吸ってくれという方が大好きですね。無駄なお肉を削いで取っておいて、その脂肪をね、また違うところに入れてくれたりとか、素晴らしい体を作るので脂肪吸引が手っ取り早いなっていうのはそうですね。もうボディデザインとして最高ですね。本当ですね。高須先生とかね。シックスパックを脂肪吸引でやってましたけど、すごかったですよね。もう学会の時とかも全部脱がれて見てくれみたいな感じでやってますからね。脂肪吸引はでもちなみに体重がそんな変わらないですね。変わらないですね。脂肪って軽いんで、僕ダイエットに脂肪吸引してズルして痩せようとしたやつを脂肪吸引してやったんですよね。そうなんですか。体重はあんま変わらなくて、その時ってゴール設定が体重だったんで、あんま変わらなくてやってみなかったって言ってましたけど、いい体にはなってました。やっぱりこう物理的に取ると効果が見れる。そうですね。もう痩せて見えるようになるのはもう脂肪吸引のトップレベルで。注意点。
あえての注意点とか闇っていうと、ちょっと受けてない先生にやってもらっちゃったら、あんまり吸ってくんないとか、そうですね。そういう問題はね、ちょっとありそうですよね。カニューレっていう管があるんですけど、それは浅い層にやればやるほど血を吸っちゃうんですね。血液が吸わないんですよ。ちゃんと力を入れてやったりとかすると脂肪層をつけるので、なのでカニューレを自社でデザインしているところもありますよね。なるほど、すごいカニューレのデザインでそうなんです。よくそういうのを難しい。やっぱりある程度は一番最初は体力勝負なので、ウエストは最後なんですけど、一番やるところは大体、その後に大体二の腕、で背中行ってお腹っていう順番なんですけど、お腹とかはよくぶっ刺して死亡事故みたいなのはよくあるあるなんですよね。ちょっと怖いとかね、ありますね、お腹はね。医療ダイエット専門のクリニックがあって、そのクリニックがどんどん増えてるんですよね。増えてますね。でもあれも闇もあって、どんなモデルかっていうと、最初に食事指導ができる、そういう栄養士さんっていうのがいて、その人に基づいて、まず食事のメニューを決めてもらって、でかつ食欲抑制のためにさっき言った GLP-1 を出して、で途中クリニックに何回か行くんですけど、EMS って言って低周波のなんかグループするやつをやって、2週間に1回ぐらい来て。ケミカルはリパーゼ酵素剤って言って、体の中の持っている油を 30% 外に出すお薬です。お尻の穴から油が出てきます。飲み薬。パッケージングしてやって、これが超蓄梅の価格で決まると。そうですね。っていうようなクリニックが出てきてるんですね。一番最初クリニックってクリニックやったんですけど、それを真似して、どんどんクリニックが増えてきて、中にはもう100億ぐらい近いクリニックもあるんですけど、そういうダイエット専門のクリニックができてきましたね。で、ここでめちゃくちゃ意味だと思うのは、もう先ほどから僕らが喋ってる通り、ほぼ効果があるのは GLP-1 と、脂肪吸引じゃないですか。脂肪吸引のこのクリニックやらないんで、ほぼさっき言ったパッケージの全部の中でめっちゃ効果があるのは食事制限の GLP-1 そうですね。なんですよね。そう思います。なんですよね。だからこの EMS とかをつけたりとか、クリニックによって冷却系ものをつけるんですけど、これを単価を上げるためのもう単なる他の施術をくっつけて単価を上げるだけのためなんですよね。アクセルですね。そうアクセルのためだけなんで、実はこれ結構闇だなと僕は思ってる。そうですね。やっぱり楽に痩せようと思うと、そういうふうにね、パッケージングしてくれる方がいいかなと思うけど、実はめちゃくちゃしんどい。パッケージングしてやっぱ聞くものが実はGLP-1 だけなんだ。本当は。でもお客さんはあれですよね、そのカウンセリングであたかも GLP-1 だけでは効果がない感じ。GLP-1 だけだと効果が出ないのに、これ EMS やらなきゃいけないんだな、デニカルみたいなの飲まなきゃいけないんだな、飲まなきゃいけないんだな、ヘイフをやらなきゃいけないんだなみたいな錯覚をさせるっていう。でも全部一緒だからいくらなんだよ、安いでしょみたいな。いかに早く痩せたいですか？何ヶ月、そりゃもう全部やらなきゃダメですね。真似したモデルだと思うんですよね。そうですね。私も思いました。本当にこれ広告して。そうなんですか。そういう世界観ですね。15キロ、見た目年齢マイナス7歳。見た目7歳とか言われるとやっちゃう。だって食事制限一切なし、きつい運動一切なしです。過去の食事制限ないですけどね。GLP-1 で食事制限してますけどね。実際院内のモニターだと、すごい太ってる人がちょっと太ってるぐらいになるっていうような症例も結構あって、マイナス幅が多いのって太ってる人じゃないですか。そうですね。そういう人をモニターするっていう根拠にありますね。コロナ禍とかね。多いですよね。まだこれで刺さるのかなと思いますけど、最近ちょっと報告が難しすぎて潰れてる国もできましたよね。実際その GLP-1 で全部物の込みで価格差ってどれくらいなんですか？ GLP-1 今3万ぐらいじゃないですかね。ミリ数でだとすると3ヶ月で10万円とした時に送信専門クリニックだと大体100万ぐらいとかなので、90万差が出てきて、出る効果とすると効果は何ですか？私は GLP-1 でもゼニカルはダイエットしてる感がすごいあるんですよ。出てるからね。出てるから。ちょっとこう力を入れて待とうかなとか、おならをちょっとペロンとしたら油がこそっとラー油みたいな油がこそっと出る。調理師の人もいるかもしれないけどね。あんまり言えないですよね。僕もでもゼニカルを勧められた時に、これ飲むのは全然ぜひやっていただいていいんですけど、休みの日とかだけにしてくださいって言うんですよ。なるほど。トイレが近い環境じゃないと死ぬ。それがおむつしてください。そうですか。僕はあげました。や
これを見る。はい、ありがとうございます。いろいろ教えてもらったんですけど、最後にお二人の医療ダイエットに対する評価。私は乳酸は一択ですね。あともし付け加えられるとしたら、脂質の油をよく取られるとかだったらゼニカルとかがいいかなというふうに思いますね。ゼニカル興味持ってください。はい。あげるんじゃなかった。専門ジムの話をしたり、僕も自由にやりたい。それ以外はいらんだろうと思ったんですよ。これちょっと話変わるんですけど、僕行ってパーソナルトレーニングの先生も言ってるんですけど、めちゃくちゃ運動頑張るのと食事制限どっちがダイエットに効くか。単純ダイエットの食事制限。そうですね。確かに。もう食事制限だと。食事の管理が8割5分だ。本当にそう思います。なので、やっぱ食事を減らすとかっていうことがそもそも大事なんですよ。なんで本当にダイエットしたいっていうのは、例えば食事制限、医療ダイエットはもう完全に自由になる。これ以外は僕はもういらんと思うんですね。はい、今回はこんなところで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ応援してくださいね。また、皆さんからコメントいただいたらですね、そのコメントを参考に次の動画につなげていきたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。アメリカだと胃袋、半分にする。あれもやっぱ物理的に食事制限かけられる。それだけ入れるものを減らすのがすごく大事だっていう。でも胃ってやっぱり成長しちゃうから、成長というか大きくなるから、またいいんじゃないかなって思ったりするんだけど、それもまあ一つ言ってる。そうですね。GLP-1 とか食事制限してたら、胃ちっちゃくなりません。僕昔より増えなかったので、食事制限してからです。胃の話聞いた。それだと、動画よくとかで、ダイエット脂肪減少になるっていう油を出すね。同じような副作用で油がお尻から出ちゃうっていうのはある。ゼニカルをすれば油の分だってなんか思ったなんかいや洗い飲んでないから富田社長あれですよね、同い年ぐらいの世代なのに加齢臭しないですよね。なんかしてます。全然今日のテーマ関係ないパーソナルトレーナー可愛い方がいいって言ってたじゃないですか。あれもモチベーションですね。それは私からすると、男性の方がいいんですけど、ブスがいいです。かっこよくないけど、そう苦しい顔見られちゃうから。そう僕はすごい可愛いトレーナーに頑張ってる自分を見せて褒めてほしいんで、それが違いなのかもしれないですね。でも男性の方がいいのは今日のモチベ上がるからですか。筋トレとかをやりたいから、モチベーション上がるじゃないですか。女性だったらなんか柔軟ななんかヨガとか、筋肉をこうほぐしたりとかするようなパーソナルが多いんですけど、でも自重よりも私は筋トレしたい派だから男性の方が好きで、あと絶対理由を言ってくれるんですよ。ここ今しんどいけれどもここに効くから頑張れって言われた方が、正しいイケメンは歪んでる顔見られる。そう普通で歪んでる顔をNスタって最近聞かなくて、一時期ブームでしたよね。1回の施術10万円未満にできなかったし、2000万くらいとかねしてるしね。Nスカは大体2分間で30万回の運動をさせてくれるので、ってだよね。低周波の治療、ここにやったり、あとお尻よりもヒップアップのところにやったりする機会ですね。で医療だけじゃなくて、テレビ系でも近い、これに近いグッズたくさんありますよね。エステはああいう EMS 系のやつ、普通にセレブのものあるよね。消えたってことは、効果もそれなりなのと、高すぎるのと、1回でね、大体16万円。しかも何クールかやらなきゃいけないから。そう。しかも機械が高いですからね。なのでそれを出したとて、それを回収するのにすごい時間かかるから、一瞬流行ったけどそんなにだな。送信のマシンっていうこと自体がそもそも痩せないんじゃないかって思ってるよね。結局 EMS やってなんかもう筋肉もムキムキの痩せましたみたいなのは、あれ結局同時にやってる筋トレとか食事制限とかが食事制限でしょ。ダイエットしたいと思っている方楽痩せは全然痩せないんで、ちょっと頑張って痩せましょう。楽痩せは嘘だと思います。ということを自分にも言ってます。人生世代でとって
私も今人生最大太ってる。でも脂肪はね、女性にとって宝だから。じゃあ痩せなくていいんじゃない？よく全部消えないよね。